Please use English subtitles. よちよんワンズーム。どうもこんにちは。ジェニュエンウォッチです。今回は兵庫県神戸に来ています。ここにはたくさんの時計屋さんがあります。そのたくさんの時計屋さんの中の一つのお店に面白いバンドが入荷したという情報がありました。そこのお店の方にアポイントメントが取れ、そのバンドの説明をしていただけることになったんです。早速行ってみましょう。こちらが今回紹介する面白いバンドを置いているお店です。ドイツ系の面白い時計を扱っているお店です。ドイツ以外の時計もありますが、どのモデルもユニークなものばかりで面白いです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は面白いバンドのことで来させていただいたんですけど、そのバンドはここでしか買えないようなものなんですか？おそらくもうこのベルトはどこにも置いてなくて、作ってるところは少ないかなと思います。ということはどこの会社でも作れるというものじゃないということですね。そうですね。何社かお願いしたんですけれども、いろいろ会社当たったんですけど、どこも断られることが多かって、なんとか1社だけがですね、探していただいて、そういったことを作ってくれる職人さんを発見して、ようやく今たどり着いたっていう感じです。なるほど。ということは本当にすごくレアなバンドになっているということですね。じゃあそのバンドを作ろうと思ったきっかけって何だったのですか？昔ですね、見た時計についていたベルト、それを見てですね、もう一度同じような雰囲気を再現したいなと思ったんですよ。でももうそのベルトがですね、もうずいぶん前からもう生産完了になってしまっていて、で最近のベルトであればですね、そこまで手の込んだ作りをやっぱりしてなくて、でそうなってきた時にはちょっと自分で一回やってみたいなと思って、なんとか復活したいと思って考えて今に至るという感じです。思っていたものが再現できたということですか？非常にいい、今回も特にいい作りができたというのと、昔あった、モデルもいいんですけど、昔の弱点をですね、今克服して、で新たに使いやすいような作りにしたというのが今回の特徴かなと思います。分かる人にしか分からないような作りなんで、そこがまた逆にこのベルトの魅力をですね、もっと引き立たされるような気がしますね。いや、面白いですね。分かる人にしか分からない、それが一番いいのではないでしょうか。店長さんのそのバンドへの熱い思いが伝わりますね。それではバンドのストーリーを教えていただいたところで、早速そのバンドを見せていただけますか？はい、それでは今からちょっとこのベルトを見ていただきたいなと思います。はい、こちらですね、このベルトなんですよ。分かりますかね？分かる人には分かる、ちょっと懐かしいベルトなんですけども、ジンっていう時計をご存知の方は分かるかもしれないんですけど、ドイツ時計のジン、特殊時計のモデルの EZM シリーズで使われていたモデルの、昔ですね、ラバータイプのベルトがあったんですね。でこのラバータイプのベルトに実は20年ぐらい前のジンはよく入ってて、 EZM1 とかこのベルトがついてたり EZM2 にもこのベルトがついてたんですけれども、実はもうそのラバータイプは作ってなくて今手に入らない状態になってます。それをですね、ちょっとなんとかこの形を再現したく作りました。
何が難しかったというとですね、実はこの縁です。この縁の盛り上がった、ぷくっと盛り上がったところがなかなかできないということで、大手のベルトメーカーさんは全て断られました。あと昔あったやつの、型をですね使って実はこのベルトを作りました。一見ラバーに見えるんですけど、本当の当時はラバーだったんですけどね、ラバーで一から作るというのは本当難しくてなかなかできないので、実はこれラバーコーティングしている時計なんですよ。もともとの革は牛革です。牛革にラバーコーティングしていて、でちょっと特殊な素材を使ったコーティングなんですけども、そのラバーというのが、某車のメーカーさんとかでもよく使うようなラバーシートの素材を使ってます。実はそれをすることによって、こうやって僕やってますけど、あんまり擦り傷がつきにくいというのが特徴です。それなので雰囲気も楽しみながら使えるかなと思います。ちょっと改良されているという点でいくと、昔のベルトはですね、実はジンはここがですね、ステッチも何もしてなくて、糸をもう貼らず、もう接着剤で留めてただけなんですね。それなのでよく長いこと使うと、長く使わなくてもペロンと取れてしまって、ここがよくちぎれるという話はよくありました。それもちょっと克服したところというのもあります。あと厚みをですね、若干少し増しました。実はこれ 22mm サイズのベルトです。ちょっと前に出てた EZM.1 というモデルがあったんですけども、そのモデルを見た瞬間にこのモデルを作りたいと思いまして、そのために作ったようなモデルなんです。 EZM1 に関しては 20mm の18だったんですね。あとジンに関していくと 22mm の革幅のモデルっていうのは基本的に18になっている傾向があって、そこをですねちょっと昔の名残をそのままちょっと意識した作りにしてます。なるほど、再現しているということですね。そうですね。一応今回このクレステッチ、これがいわゆる昔のタイプにしてます。実はあんましちょっと言うてないですけど、この縫製もですね非常にちょっと特殊な作りしてるので、そう簡単に糸がほどけないような作りと言われてます。でもう一つの方、赤いステッチの方、これ実は現代版のジンにつけると非常にかっこよくて、例えばですねこれ U1 の時計なんですけど、ジンのですねやっぱり代表する赤色、その赤色を意識してちょっと今回はですね仕上げてもらったんですけど、ようやく巡り合ったいい赤色かなと思います。実はこれノーマルの U1 なんですが、ブラックの U1 でも試したことあるんですけどね、めちゃくちゃかっこよかったです。こんな雰囲気になります。なかなか渋いでしょう。今回はですね 22mm の18でやってますけど、お客さんの要望によっては22の22とか22の20というのも作れるんです。もし20のバックルが欲しいわとかって言われるときはですね、一度在庫確認でそれも手配することは可能だと思います。これ分かりますかね、この裏面とかも。裏面はね赤のとこもちゃんと黒にしてるんですよ。実はこれもですねゴムのコーティングしてるので汗とかも染み込みにくいようになってます。くれぐれもですねこのラバーコーティングしてるからといって水に強いかといったら決してそういうわけじゃなく、あくまでも雰囲気を表現しているというのが特徴ですね。この辺になると今度ノーマルのタイプもなかなかかっこいいです。こういう感じですね。僕はこのベゼルがシルバーのやつだったらこのノーマルの方がいいかなと思います。ちなみにこれもですね実はこの去年の12月コロナ前にお願いしてて、今ようやく出来上がったという感じなので、本数はですね限られてます。そんなにいっぱいも作れないです。またちなみに手作りなんですね。手作りなのでそんなに量も作れないというのはあるんですけど、もう一つの手作りの特徴、これ一応ベルト幅 22mm なんですけど 22mm ぐらいという感覚で考えてもらえるといいです。直帰し 22mm というのはできないという。ですから 20mm のやつでも20と21の間ぐらいで、22のベルトでも22と23の間ぐらいでできてます。それなんでちょっとグッと押し込んで入るような感じです。むしろ隙間がないよりちょっと押し込む方が実際時計のベルトとしては馴染んできてつきやすくなると思います。これもかっこいいでしょ、このブラックのやつも。個人的にこれは僕は一番似合うかなと思いますね。あとここにあるこのモデル、
こういうオールブラックのモデルなんですけど、これは僕の大好きな UXGSG9 なんですけど、こっちのモデルになるとこの赤ステッチのこういうのにすると、またこのね赤の色がこの GSG9 のロゴの色とほぼ同じぐらいの色にしているので、今回はこれを作っていただいてた職人さんはおそらくジンのことを勉強したなと思いますね。こういう風になるんですね。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、これはちょっと今取り外しできないんですけどね、こういう感じで渋くなります。このモデルを見て20年ぐらい前のジンを知ってる人はですね、おそらくテンション上がるはずです。ぜひですね、数名様分なんですけども、今商品揃えてます。なくなったらまたお願いするんですけど、お日にちはだいたい何も問題なければ、2ヶ月ぐらいでできるかなと思います。お値段は今のとこは微乗別売りで22,000円ですね。で販売しています。以上でこのベルトの説明は終わりなんですけども、今後ですね、いろんなこと考えていきたいなと思っているので、この赤ステッチを緑のステッチにもしても面白いかなと思っています。そうなると分かる人には分かるユーロフリーガーのモデルとかにもちょっと似合うんじゃないかなと思います。またですね、こういった機会があればぜひ、自分のですね時計を大変身させてみたらどうかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。以上です。いかがでしたか？ジンの時計フリークの方からすれば確実に欲しくなるバンドですね。ジンのことをあまり知らない方でもこのバンドの良さは伝わったのではないでしょうか。形がとてもかっこいい。この形状は本当にスキルを持った職人にしか作れないのではないでしょうか。このバンドが気になっている方、備考欄に連絡先を載せているのでご相談くださいませ。このチャンネルではこのようにレビューをしています。もし気に入ってもらえたのならチャンネル登録をして最新の動画をゲットしてください。それでは次の動画でまた会いましょう。バイバイ。